こんにちは、辰丸です。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回の動画は精錬実験室の変換システムについて、それらを元にした FC6 以降の開発プランについて T11 との折り合いを交えながら解説していきます。多くのプレイヤーが頭を悩ます問題なので最後までご覧ください。またメンバーシップでは個別の育成相談、プレゼント企画を実施します。ぜひご参加ください。攻略動画も見逃さないためにチャンネル登録よろしくね。今回の動画ははじめに精錬箇所変換システムについて、それらを元にしたおすすめ開発プランの順で説明していきます。まずはじめに精錬箇所変換システムについて基礎情報をおさらいします。スーパー精錬箇所変換は週間最大100回行うことができます。また毎日初回の1回は箇所消費量が半減します。ただスーパー精錬の回数が増えるほど段階的に必要箇所量も増えてしまう仕組みですね。次は多くの人を悩ませるスーパー精錬区間ごとの入手確率を簡単に見ていきましょう。1から20回目の区間での入手確率はご覧の通りとなります。この区間では通常1回精錬するのに20個の箇所が必要で、毎日初回だけは10個で交換できるシステムですね。次の21回から40回の区間では箇所消費量が通常50個、初回が25個となりますが、その分最低獲得量が2個と増えていますね。スーパー精錬はこのようなシステムとなっています。41回から60回の区間では箇所消費量が100個で初回でも50個となり、だんだんとんでもない消費量になってくるのが分かりますね。61回から80回の区間では箇所消費量が130個となり、初回でも65個必要ですね。最後は81回から100回の区間です。消費量すごいけど振り分け多いのあるから結構お得なんじゃないの？実際のところわからないですよね。ここからが本題です。実際にお得であるかを判別するために先ほどまでの確率表をもとにデータを作成しました。お得であるかを判別するために各区間ごとの箇所消費量、期待値、コストパフォーマンスと分けて紐解く必要が出てきます。難しいのが苦手な方のために簡単に説明します。1、表左端は区間ごとの回数です。上から順に初回、通常となっていますね。2、箇所消費量は各区間で1回スーパー精錬時に何個の箇所を消費するかを表しています。3、期待値は箇所消費量に対して何個の精錬箇所に期待できるかを表していて、試行回数が増えるほどこの獲得個数に近づいていくわけですね。4、コストパフォーマンスは期待値をもとにどれほどお得かを表しています。これが最も重要で、数値が少ない区間が一番お得といったわけです。つまり黄色い欄の毎日1回交換が一番お得で、時点で21回から40回区間での毎日1回交換がお得といったわけですね。結論、大量交換するほど損といったわけです。具体的な開発プランを説明する前に T11 と FC8 の基礎情報を理解する必要があります。ただ今回はあくまでも FC8 のおすすめ開発プランの動画なので、詳しい比較は次回の動画で紹介します。FC5T11 と FC8T10 の戦力はほぼ同等です。
しかし FC8 を目指すにあたって早期開発をした場合大きく過小を浪費するといったデメリットがあるので折り合いをつける必要がある内容ということになります。ここまでだと T11 を開発した方がいいように思います。ですがまだ重要な項目を忘れています。それは開発までの過小消費量です。 T11 の全種開発には過小換算で3957個必要となってきます。次に FC8 を開発するために必要な過小消費量は精錬過小の交換頻度で変わるのでとても悩ましい問題です。多くのプレイヤーが悩む原因はここにあります。ただ FC8 開発コスパは T11 よりはるかに良いということを説明していきますね。折り合いをつけて FC8 の開発を考えたときに期間を決めての開発を推奨します。毎日1回交換が一番お得なのは間違いありませんが、これで FC8 開発に必要な精錬過小の獲得に何日かかると思いますか？劣化と牙での獲得を除けば約490日かかってしまいます。次は開発期間を決めるためにサーバータイムラインを見ていきましょう。220日前後に戦争学園が開放し T11 も作成可能です。315日前後には今回のポイントのスーパー精錬と FC8 が開放されますね。そして500日前後には FC10 が開放されるといった流れとなります。FC5T11 より FC9 波完全に上位の性能なのでスーパー精錬開放から FC10 開放までに FC8 開発を目指す185日での開発を推奨します。それではこれらのデータから FC8 溶鉱炉弊社司令部開発に必要な精錬箇所を185日で集めるためのおすすめプランを3つ紹介します。プラン A は月曜日に14回交換、火曜日から日曜日に毎日1回半額交換する計20回交換のプランです。プラン B は月曜日20回交換し、火曜日から日曜日に毎日半額交換する計26回交換プランです。プラン C は毎日1回半額交換する計7回交換のプランですね。プラン A は目標達成ができる中では最もコスパの良いプランです。目標の精錬箇所を706個プラスアルファ50個以上に期待できる無課金から中課金におすすめするプランとなります。プラン B は過小消費量が大幅に増加しますが1095個の精錬箇所に期待できます。このペースだと119日頃ちょうど7世代登場あたりに FC8 の完成に期待できます。時間効率のいい微課金から中課金におすすめのプランとなります。最後にプラン C は最もコスパがいいです。ただ獲得個数はとても少なく185日の達成はできないでしょう。おおよそ第11世代登場時期に開発できる精錬箇所を獲得といった流れです。プラン AB のペースが厳しくなったりどうしても T11 開発を優先したい方向けです。目標達成に期待できるプラン A、B に別途必要な箇所を8298個を足すとご覧の個数での開発に期待できるわけですね。これってもしかして？はい、一定の期間で同等の戦力を安価で獲得しようとした場合 FC8 の方が圧倒的にコスパがいいということです。もし T11 を280日前後で完成
できる場合はその後すぐに FC8 開発にも取り組めるので T11 を優先する選択肢も悪くありませんね。 T11 に注力している場合はプラン C で交換し、コスパよく開発が進められます。それではまとめに入ります。1、スーパーセイレンは毎日1回交換がお得。時点で21回から40回区間での半額交換です。2、同等戦力をより安価で獲得することを考えた時に T11 より FC8 の方が少ない過小消費で獲得できます。3、今回紹介した3つのプランを課金レベルに合わせて開発してみてください。ただ T11 には即効性があり、一気に開発できるメリットもあります。 FC8 は今回紹介したプラン以外では一気にコスパが悪くなるので、開発までに119日から175日前後かかってしまいます。185日以内に T11 の開放ができる重課金プレイヤーは T11 を優先しても問題ありません。今回の動画は以上になります。自分に適した強化法を選択し、ライバルに差をつけよう。この動画は精錬化症の変換システム FC8 おすすめ開発プランについて紹介しました。詳細な兵士ステータス優先度 T11 のより具体的な性能比較はメンバーシップを中心に紹介予定です。皆様の参加をお待ちしております。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。